はい、それでは今日は8月の13日、お盆です。今日はまた今年も花が飛んだ。こういう感じ。これで何節目だ ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22節目になんとか花があるんですけど、飛んでるところと飛んでないところがあって、飛んでんのがこれ 1列大体、60本割ってんだけど、その中で多いところで10本、少ないところで2、3本、こうやって花がつきづらいところが。例えばこれ隣のやつなんだけど、これは交配1日目でもうここまで行って、今日が交配7日目、ちょうど1週間なので、これはもう1個だから1個にしちゃおう。で1個隣のやつがね、で隣はまだ交配になってない。もうこれは1週間経って明日咲くんだけど、管理的にもう1週間以上違っちゃうとうまくいかないし、例えばもうこれ2節目、ここが22節目のやつは、この暑さでもしこれをつけたとしても、他のと同じ管理をしていくと玉が大きくなりすぎたり、あとはネットが出づらかったりするし、あと味も上に行くと味ものりが悪くなる、薄くなる。だから諦める。例えば今日ギリギリ、これもついてない、これも全然ついてない。これなんか1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、26節目についているけど、もう同じような管理で同じ環境で育ってんだけど、これの隣のやつしっかり大きくなって、これももうこれ優秀そう、摘心もして、だからこう管理がうまくいかなくなるし、やっぱり、節位が上になればなるほど玉は膨らみやすく、そして味は乗らなくなる。下の方が扁平にかぼちゃみたいになるんだけど、その分下でつけると意外と味は乗る。玉の膨らみも下の方が膨らまなくなる。膨らまなくなってって扁平になる。上だと長くなって大きくなる。そういう特性がある。だからもうしょうがないね、これは諦める。例えばこれがギリギリかもしれない。今日咲いたやつ一応つけてあるから、これ下にはついてなくて、これも多分20節ぐらいになっちゃってる。将来的に取っちゃうかもしれないね。それだけこの暑さは過酷で、まあさっき言ったように1列で5本10本から5本ぐらいで他がまとまるんであれば、まあこの過酷な中では花はよくついた方だから、無理やり、遅れちゃったやつを20何節でつけてもしょうがないので、例えばもっと全部花つきが悪くなって全部相対的にこう20節とかに下げちゃうんだったら、そうしたらそれで揃えてやっていくからやりようはあるんだけど、こうまばらだと、今この大きさのメロンがあって、今日交配したやつのメロン、この差だけでもかなり管理に差が出てくるから、やっぱり良くないね。まあでもこの暑さの中でなんとかまとまった方、多分1年の中でこの交配のタイミングが一番、毎年去年の日記も見てんだけど、去年も今頃花飛ばしてるから、まあでも去年も飛ばしたは飛ばしたんだけど、致命的には飛ばしてないから、やっぱりこの部屋みたいにまばらに暑
暑いからさ、こう変な膨らみもする。玉も出てきちゃう。片方だけ膨らそんでうそう。うん。まあでもこっちが素直に膨らんでくれてるから、これかこれで。であとなんか知らないけど列によっても違うね。この後輩の部屋8列あるんだけど、ここはまだ月がいい方で谷の方とか行くとかなり月が悪くて、一列でもう10本ぐらい取っちゃった列もあるから、まだ同じように育ってんだろうけど、こう太陽の関係かな、温度は一緒じゃん。だいたい水の乾きも揃えてるから、あとは太陽の日の差す角度ぐらいしか心当たりがないな。あと風がこもるとかあるのかな。まあだから平らに育てるっていうのはそれだけなかなか難しい。まあでも過去を振り返ってみると一部屋全部20節25節ぐらいになっちゃった年つうか部屋も経験してるので、それから比べればまだいいね。やっぱり夏に強いように選抜とかしてって少しでもしっかりしたようなメロンの種にしてってるっていうのも少しはあるかもしれない。もうここ数年20節まで全部そういう風になっちゃったっていう温室はここ数年は経験がないから、たまにこうやって飛ぶのはあるけどね。だから一年中作るっつうのはやっぱりそういうなことがあるね。まあでもまあなんとかこの部屋もただやっぱり花が飛ぶっていうのは結構あるから、コメントでも花がなかなかはい、ではそれではこう花が飛んだっていう動画でした。花が飛んじゃうのはね、暑さとかいろんな原因があってなかなかどうしようもないんですけど、暑い中頑張っていけばこれが10月の上旬に収穫になるので、その時にはいいメロンがついてくれることを期待しながら暑い中メロンを作っていきます。はい、花が飛んだ。